I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie that I die. どうもこんにちは。今回もブルーノのフードプロセッサー、こちらですね。こちらを使って料理をしていきます。で、前回はこんな感じのビストワーズじゃがいものポタージュですねを作りましたが、今回はかぼちゃ、これを使ってポタージュ作ります。材料的にはかぼちゃと、前回同様に玉ねぎですね。やっぱ玉ねぎ入っていると非常に甘みもあって美味しかったんで、玉ねぎを使っていきます。では早速作っていきます。はい、ではかぼちゃから切っていきます。で、今回も簡単ですよっていうところを見せたいなとは思います。こういったフードプロセッサーとかミキサーとかですかね、ご自宅でちょっと使ったけども今は全然使ってないとかっていう方いらっしゃると思うんですけど、そういう方向けにか、もしくはこれからちょっとそういうの欲しいけどどんなのできるのみたいなっていう方向けに、こんな簡単に美味しい料理できますよっていうところを見せれたらいいかなとは思います。で、今回はこのかぼちゃが一つのポイントですね。だいぶやっぱ硬いので、普通にちっちゃく切って煮るんではなくて、一回電子レンジでチンをかけてからさらに煮込んで、フードプロセッサーで潰していこうと思います。かぼちゃの料理ってあんましないですね。最近料理した記憶がないですね。レンジでチンするにしてもちょっとある程度のサイズには切ります。皮を入れないっていう選択肢もありなんですかね。ちょっと今回皮入れやったらどうなるのかちょっとやってみます。ちょっと緑になるのかな。で、かぼちゃこれぐらいで、これをチンします。はい、こんなで電子レンジ入れていきます。はい、で次に玉ねぎです。で、玉ねぎ前回ビストワーズの時もちょっとやっぱザラザラと残ったんですよね。なのでちょっとなるべくちっちゃく切ってみようと思います。It's a colorful night, got red eyes, but it's all blue. Those colorful eyes, they don't. かぼちゃできた。はい、玉ねぎこんな感じですかね。ちょっとこの間よりは細かくしてみました。で、かぼちゃチンしました。すごいことになってます。圧縮みたいな。結構やっぱレンジかけると柔らかくはなってますね。これで材料準備できましたので、これを鍋に入れていきます。で、かぼちゃも入れます。で、こんな感じですね。で、ここにお水を入れます。お水200ぐらいですね。で、これを
火にかけます。はい、これでちょっと煮込みましたので、これでフードプロセッサーをかけていきます。今こんなこれもあるですね。ちょっとまあ水分は減りましたね。はい、ではこれでフードプロセッサー使って砕いて刻んで潰していきます。皮のところ緑が出てきますね。はい、だいぶ緑ですね。皮むかないとこんな感じなんですかね。こんな感じです。なんかかぼちゃっていうよりもほうれん草入ってるかのような緑になりましたけど、でこれに牛乳と生クリームを加えて煮ていきます。で前回はやっぱ玉ねぎをちっちゃく切ったからかあんまりなんか砕けてないとか刻まれてないっていうのはちょっと目立たないですね。フードプロセッサーこうやってちょっとついたのがめんどくさいとかあるかもしれないですね。ただパーツはもうこの時点で本体外してます。このパーツだけにしてしまえば全然重くもないですし、ある程度取れればいいかな。こんな感じですね。はい。前回よりはつぶつぶしたのはだいぶ少ないですね。で牛乳、これも水と同じ200ぐらい入れます。で次生クリームですね。生クリーム100です。200入りで前回100使ったんでこれ全部なんですけど、生クリーム入れます。ちょっと混ぜます。かぼちゃのポタージュってオレンジが普通ですよね。はい、なかなかの緑っぽさで仕上がってますが、これをもう一回ちょっと火にかけてで味付けをしていきます。はい、で味付けはビシソワーズと同じでコンソメで、結構味かぼちゃの味濃いんであれですけど、ある程度味濃いめに作ると美味しいですね。好みですけど、もちろん私は濃いめが好きです。で塩入れます。で牛乳が入ってるので沸騰してわーっと吹きこぼれないようにだけちょっと注意して、でこれであとは冷やして完成となります。結構な、緑です。ちょっと味楽しみですね。皮がない方が良かったのかな。でも匂いは美味しそうです。はい、ではこれで一晩冷やしました。こんな感じですね。で最後仕上げはこちらパセリですねをかけて仕上げとなります。はい、ではこれで完成です。パセリとかぼちゃの皮かな、ちょっと緑が混ざってますけど、やっぱかぼちゃの皮入れてるとちょっとあれですね、ちょっと緑がかったなんか鮮やかなオレンジにはならずでこんな仕上がりとなってます。はい、ではいただきます。やっぱりあれです、じゃがいもの時ビシソワーズはまたちょっと違って甘さが全然やっぱかぼちゃの甘さがすごい出てて
またちょっと違った味わいですね。で、玉ねぎはやっぱちょっと細かく切った分もあって、前ほどはなんかこの玉ねぎのザラザラ感は気にならないぐらいは砕けてますね。かぼちゃが甘いからか。今回はあれですね、玉ねぎが若干こう、辛み感じるところもあって、これ、美味しいですね、この感じ。で、皮一緒に入れた結果としては、やっぱこの色はちょっとね、緑がかったのが、どうなのかな。ちゃんとオレンジの方が見た目よくかもしんないですけど、別に味的には、皮入ってるせいでなんか気になる感じはないですね。美味しい。いいね。いい感じです。この仕上がりなかなか美味しいです。これもう一回作りたいですね。いかがだったでしょうか。かぼちゃの場合はやっぱあれですね。ちゃんとレンジでチンして柔らかくしてブレンダー使って作っていくっていうのが一つのポイントかなとは思います。味はビシソワーズの時とやっぱもう全然違いますね。美味しいですね、こっちはこっちで。これなんかいろんなあれですね、このかぼちゃやりましたけど、なんか他の野菜とかで作るとまた全然違う味わいになるのかなと思いますし、やっぱかぼちゃをそのまま食べるっていう時、煮物だったりとか天ぷらだったりとか、なんかそういうの食べるのとはまた全然この味わいは違いますし、非常に食べやすいかなと思います。ぜひね、ブレンダー、ミキサー、あんまり今使ってないなとか、なんかそういうのがもしあれば、手軽にできるように動画は撮ってみたつもりではあるんですけど、ぜひちょっとね、チャレンジしていただきたいなとは思います。非常に美味しいです。で、冷たい感じになってるんで、夏場とかも非常にいいかなとは思います。ぜひチャレンジをしてほしいですし、もしなんかまた、じゃあ今度違うこんな野菜で、だったらどんな感じでできるっていうのを私全然作りますので、ぜひコメントいただければと思います。今回のかぼちゃの件でもなんか気になる点とか、ブルーノのブレンダーに関してもなんか気になることとか、何かあれば、それもね、コメントいただければお答えさせていただきたいなと思いますので、ぜひぜひお願いします。こんな感じでまた、なんかいろいろ料理作ったりとか、いろんな調理器具使ったりとかしていきたいと思いますので、ちょっとチャンネル登録をしてお待ちいただければいいですし、何かリクエストあればぜひコメントこれもいただきたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価の方もお願いします。